やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのレビューの時間だよ。今回紹介するのは、アイコーの、アイコー ITG1、ブリージーの愛称が与えられてるモデルだな。骨伝導型ヘッドホン。ではない。かといって、開放型イヤースピーカー。でもない。癖の塊みたいなサウンドデバイスだ。使われている技術、実際の挙動、取り回しまでいろんなところが他のヘッドホンと違うので、そこら辺をねっとりと話していこうか。アイコーのことは、中国製のイヤホンを触ってる人だったらまず知ってると思う。スタートとなった OH1 は、オーソドックスで完成度の高い、ハイブリッド型。そこからハウジング素材を変更し、重量のあるハウジングで独特な響きを実現した OH10。翻って、高音域の表現力に特化しつつ、感触で鋭い音色に全体をまとめた新型 OH1S や、その姉妹機ながら、全体に温かみと鋭さのバランスの取れた OH2 なんかをリリースしてるな。このほか、DAC などにも積極的に新商品を投入する、イヤホンの音作り、それ以外のデバイスに関しても挑戦的なイメージがかなりついたブランドだ。個人的に特に愛用しているのは、OH10 と OH1S、OH2 のイヤホンたちだな。どれもこれも個性があってよろしい。裏で、マグネットケーブルで断線対策した USB DAC とか、USB ハブ機能付きの USB DAC とか、ここにしかないラインナップの商品もだいぶ出してるぞ。そんな不思議。ゲフン、意欲的な企業、アイコーなんだけど、今回のやつもかなり他にないイヤホンだ。骨伝導イヤホンはご存知だろうか？めちゃくちゃ雑に説明すると、頭にイヤホンの振動板を生み出す構造の、その振動を生み出すシリコンパッドをそのまま押し付けて、空気ではなく、直接通。つまり骨を震わせて、頭の中にある鼓膜を震わせたら、周りの空気を介しないので、音漏れが少ないんじゃね？というイヤホンたちだ。ITG1 も、これと同じ仕組みを持っている。骨伝導か否かを判断するには、音楽を再生している時に、本体が振動しているのが簡単にわかるかを判断基準にできる。ITG1 は、手に持った時、しっかりと本体が振動しているな。それから、装着して耳を塞いだ時に、音が聞こえてきたら骨伝導構造がちゃんとあると考えてよい。でも、このイヤホン、純粋な骨伝導イヤホンではない。ある意味、この手のイヤホンを作るブランドがどこも考えなかった方法で、音質を差別化しているんだ。このイヤホン、骨伝導なのに、普通のスピーカーのようにも音が出る。これは、ダダ漏れになってるわけじゃなくて、指向性スピーカーとしての構造と、それから、骨伝導としての構造の両方を持っているということ。ユニット自体は一つで、空気と骨伝導の2つの伝達方法を持ってる、というわけ。骨伝導は、特定の音、例えば高音域と低音域がバッサリ切り落とされたような印象の音色になりがち。これはこれで聞きやすいんだけど、高音域側がどうにも違和感を感じる人も多かったはず。対してエアースピーカー系は、低音域が完全に消滅している機種が多い。ドライバユニットの大きさに制約があるので、仕方がないところはあるな。その両者の特性を持ったのが、このブリージー、ITG1 というわけだ。と、聞くといいとこ取りに聞こえるんだけど、前例がないということは、本気は初挑戦ということ。果たして、その音色と使用感はどうなってるんだろうか？外装、というか構造について見ていこう。骨伝導をきちんと伝達するには、ドライバユニットの面を耳周辺の皮膚にしっかりと押し当てる必要があるので、この手のヘッドホンはバックバンド構造になっていることが多い。ITG1 も例に漏れず、バックバンド構造を持っているぞ。ただ、この手のケーブルで繋がったイヤホンやヘッドホンを使ってる人なら、違和感を持つ人も多いだろう。ITG1、ただの金属製のアーチで左右のボディが繋がっている。これ、ケーブル通ってないんじゃ？ご明察。こいつ、内部的には左右が完全に独立した、完全無線イヤホンの構造を持っているんだ。だから、電源オンの際には、左右のボタンを同時に押してパワーオンしないといけなかったりする。逆にこれを逆手にとって、左右に充電端子を備えたクレードルが用意されていて、クレードルには別でバッテリーも用意されており、完全無線イヤホンの充電ケースと本体のような振る舞いをする。もちろんクレードルから外すと電源オン、クレードルに戻すと電源オフになるので、地味ながらここら辺のアクションが楽ちんになるぞ。内部的に見るとかなり変なことをしてるんだけど、実用的にはむしろ便利、という、過去の発想にとらわれない感じがあるな。本来は、ドライバユニット部分が塗装されたプラスチック、それ以外の外装がアルミ、耳に当たる部分には、シリコン製のカバーが用意されているぞ。装着感は、薄いバックバンドのおかげで快適。また、通常のイヤースピーカーや骨伝導とは異なる構造のおかげで、装着のポジションがかなり異なる。これは、音質の項で触れていこうか。
何気に耳付近で接触する部分が、振動を伝えやすいシリコンではないところが結構印象的だった。また、TWS 構造でありながら、アルミ製の外装を使用しているので、両耳を手で覆うと、電波の受け取りが中断する。けど、なぜか普通に使ってて音が途絶えることはなかった。かなり変な構造なのに、なぜか普通に使えてしまう。そんなわけで、内装については、構造について触れた部分で話したと思うので、今回はスキップだ。スペックについて見ていこう。バッテリーの持ちなんかは骨伝導イヤホンとしては標準的な時間だな。ケースは約1回半程度の充電能力なので、外出時のブースターか、家でクレードルとして運用するのが良いだろう。いわゆるハイファイやハイレゾに対応した、上級コーデックには対応していないが、チェーン40ムズのゲーミングモードも搭載する。ここら辺のスペックもマルッチし TWS なので、内部的に扱いに慣れている TWS 用無線ユニットを有用したっぽいな。実際の取り回しは、装着感以外はかなり普通の完全無線機に近いので、違和感なく移行できるだろう。というわけで、色々と話してきた。一番気になるのは、ここまでして手に入れた音質だ。音質について見ていこうか。正直に言おう、初めて耳に当てた時は、愛好への信頼感が薄れかけた。もちろん、それでおしまいじゃないが、最初に ITG1 を耳に当てた時には、出来の悪いイヤースピーカーのそれそのものの感想だった。やかましい高音域、薄いボーカル、出てない低音域。だが、待て。ちょっと待て、そんな商品をドヤ顔で出してくるのは令和最新版とか商品ページに書いちゃう Amazon 軍団くらいだろう。愛好がこの商品を発売したからには、しっかりと自信があるはずだ。そこで気づいたんだけど、この商品のモデルさんが、普通の骨伝導とはかなり異なるアングルでこの商品を装着していることに気づいた。それに気づいて位置を変えてみると、なるほど、調整できるぞこれ。どうやら、指向性スピーカーと骨伝導の特性を両方持たせているので、僕の場合、骨伝導のベストポジションでは、指向性スピーカーの音が強くなりすぎてしまって、バランスが崩れるみたいだ。適正な位置はみんな違うので、サーチしてほしいんだけど、基本的に、通常の骨伝導とは違う位置で装着しないといけないな。商品ページの装着モデルさんを参考にしてつけると、おそらく愛好の想定通りの音色になる。というわけで改めて音色。バランスが取れた状態では、よりボーカルが自然にアシストされた、骨伝導イヤホンであり、同時に、不快な刺さりがないイヤースピーカーでもある。両者の美味しいところ取りをした結果、中音域がより自然な印象を受けたな。一方で、開放型の弱点である、重低音が出ない印象はそのまんま。打楽器なんかの印象が軽くなるのは、この手の小型開放型では仕方がないところではあるな。それから、骨伝導と指向性スピーカーを組み合わせているので、最大音量にしても、ユニットが暴れる印象がない。骨伝導単体のイヤホンの場合、最大音量にすると、筐体自体がビビり出すことがあるんだけど、ITG1 はそういった現象を起こさなかったぞ。骨伝導やイヤースピーカーというジャンル自体に制約がある上で、それら3つの良いところをうまくとって、ジャンル内で望みうる最大の音質を手に入れるのを狙った印象だな。ちょうど昨日レビューした、比較対象になりうる、オラダンスウィアーブルステレオと比べると、低音はあちらの圧勝だけど、音の切り分けではこちらが優れる感じ。低音を強調しすぎていないが、骨伝導のおかげで、通常の開放型小型スピーカーと比べると量感を感じられるので、あっさりと音楽を聴きたい時に、それでもしっかり量感を持った音色に仕上がる。ながら聴きにはちょうど良い温度感だ。また、スポーツイヤホンとしておすすめされてるんだけど、スポーツってことは当然汗をかく。その中でも最も蒸れる、肌に直接触れる部分に採用されるゴムやシリコンの量が少ないため、汗の匂いがつきにくい。匂いを気にする骨伝導ユーザーにもおすすめしたいな。本機を購入する上で、絶対覚えておいてほしいのは、骨伝導とも、イヤースピーカーとも、装着時のスイートスポットが異なること。ITG1 は、最大に音が聞こえる位置ではなく、2種類の出力が釣り合う位置を探すところから装着が始まる。と言っても、一度見つけてしまえば次の装着からは一発で決まるので安心してくれ。ただ、これを忘れて購入すると、おそらく従来型の骨伝導イヤホンと同じ位置に装着して僕みたいに悶絶する羽目になるぞ。左右分離型ベースの構造のおかげで、取り回しやすい軽量さと、アルミパーツを使った、他の骨伝導イヤホンとは一味違う外観。ちょうど、国内での取り扱いも始まったので、ぜひとも、面白半分でもいいから、一度試聴してみてほしいな。特に、自分に合ったポジションを見つけた時には、骨伝導とイヤースピーカーの両方の不満点をいい感じに相殺した音色に仕上がるので、今の骨伝導イヤホンに不満を感じる人は、ぜひともトライしてくれ。低音が欲しいって、おとなしく高い Bluetooth スピーカーを買え、ドライバーのデカさは低音派にとっては正義だ。
こんなところだな。実は TWS 構造だったり、不思議なドライバーの仕組みだったり、果てには装着の最適位置が全然従来機と違ったりと、何かと振り回されたけど、いざハマるとしっくりくる。そんなイヤホンだった。特に装着感については、ポップとか告知が必要なんじゃないかな。ちょっと慣れるのに時間かかる猫みたいなイヤホンで、ある意味愛好っぽいな。このメーカー、ほんと一筋縄ではいかないな。そんな感じで今回はここまで。